この辺りを押さえると内臓がこう血合いの続きで、ここにね一本太い血管がはい、今日はこちらですね、小豆ハタ、ハタの仲間なんですけれど、こちらのお魚を使って、魚のしゃぶしゃぶでも作ろうかなと思います。小豆ハタね、これハタ系の魚は、見てわかる通り体表のぬめりが強いので、まずはねこのぬめりを落として、その後鱗を突き引きにして、それからさばいていきますよと。まずはこういった形でヒレをハサミで落としまして、続いてこのね体表のぬめりを軽くたわしでこすりまして、すき引きをしていきます。この魚なんかはね生きた状態で市場に届いて、それをね朝市場で締めてもらって、それから、おろしてもらっているような、だから池の状態でもね流通する魚ではありますかね。全体にぬめりを落としましたら、一度魚を水洗いしますと。ぬめりをねさっと落としましたら、これね、鱗は金沢しで引く方もいるとは思うんですけれど、僕の場合はねすき引きといって、こういった形でこの鱗と皮の間に包丁を入れて鱗を剥ぎ取っていくと。これすき引きね、どこから包丁を入れてもいいんですけれど、なんとなくねこの真ん中から包丁を入れたくなるんですけれど、なんかね僕の場合はね、こんな感じでまな板の際に魚を置きまして、でこのねヒレの際、この位置からすき引きを始めると比較的綺麗に鱗をねこのヒレの際まで透き取ることができるのかなと、やりやすい方法を見つけていただければといったところですかね。小豆ハタね、これ名前の由来は見てわかる通り、このね体表の斑点の模様が小豆柄に見えるから、小豆ハタという名前がついておりますと。水揚げ量はねそんなに多くはないんですけれど、市場ではねよく梅雨時から夏にかけて流通しているのを見かけますかね。流通量自体はそんなに多い魚ではないと思うんですけれど、夏の時期、梅雨から夏にかけての、だからちょうど今の時期はね比較的市場で見かける機会が多い魚ではありますかね。産地はね、主に南の方、沖縄だとか長崎だとかね、その辺りからね出る魚で、北にはまず生息していない魚ですかね。突き引きする際のポイントとしてね、この背中のね身がしっかりある部分は突き引きしやすいんですけれど、このお腹の内臓のプニプニした部分、この部分はね結構突き引きが難しくて、柔らかい部分を突き引きする際は軽くねこうなんていうのかな、この辺りを押さえると内臓がこう寄って身が張るので、このね身を軽く張った状態で突き引きをすると、このお腹の部分の鱗もきれいにね剥ぎ取ることができるのかなと。こんな感じでちょっとね内臓を張った上で、包丁をスライドさせると。包丁が切れないとこのお腹のね鱗の薄い部分なんかは全然ね綺麗にすき引きができませんので、すき引きする際はねこういったね仕込み用の柳刃包丁1本ね持っておくと便利かなと。僕なんかはねこれ10年近く使って短くなった柳刃包丁を、仕込み兼ね細かい作業をするように使わせていただいていると。こんな感じね、ちょっとここ皮を削ってしまいましたけれど、こういった形で、すき引きを進めれば良いのではないかと思いますね。それでね、ハタ類はね小豆ハタの他にもハタだとかキジハタだとかいろいろな魚がいるんですけれど、
小豆ハタはね、ハタ類の中では比較的値段は安い方なのかなと。値段はそこまで高くはないんですけれど、このハタ独特のね、硬い身質といいますか、脂の乗った身質をしていますので、結構ね、食べて美味しい魚かなと僕は思いますかね。このね、ちょっと鱗の斑点模様が若干グロテスクではあるので、手をつけづらいじゃ手をつけづらい魚ではあるんですけれど、こんな感じでね、突き引きして鱗を剥いでしまえば、綺麗な皮目が出てきますんで、この辺はね、うまいこと下処理してお召し上がりくださいと。全体のすき引きができましたら、頭を落として、内臓をかき出してと。これね、中骨を断ち切る際にね、ハタ類はこの中骨が非常に硬い魚ですんで、綺麗にね、この骨と骨のつなぎ目に包丁が入らないとなかなかね、頭が落とせませんので、そこね、少し意識しながら包丁を入れると良いのかなと。こんな感じでね、骨と骨の隙間にこの包丁が入ると比較的ね、簡単に頭は落ちますんで、今度ね、腹膜をかいて血合いをかき出すんですけれど、これもね、ハタ類の特徴で、血合いがね、少ないのと、あとね、この腹膜が非常に厚いと。一見すると血合いがないように見えるんですけれど、こんな感じでね、傷をつけると血合いが出てきますので、この腹膜にね、こういった形で傷を入れて、血合いをかき出してきれいに水洗いしてくださいと。水洗いしましたら、ここからさばいていくんですけれど、こういったね、ハタだとかクエだとかはね、寝かせてから食べても美味しい魚ですんで、寝かせる場合は、こんな感じで尻尾を落としまして、魚ってね、この血合いの続きで、ここにね、一本太い血管が通っていまして、その血管の中に結構血が残っているんですよね。ここにね、ちょっと水道をきつめに絞って水を当てると、自然とね、こちらの尻尾側から血が抜けてきますので、血をしっかり抜いてからペーパーにくるんで、冷蔵庫、0度に近いね状態で保存してくださいと。で、今回はそのままね、魚をさばいていってしまいます。で、さばき方はね、ごくごく一般的な三枚おろしでして、あとね、先ほどもお伝えした通り、結構骨の硬い魚ですので、三枚おろし自体はさして難しい魚ではないのかなといった印象ですかね。ただね、この表面の皮だけね、ハタ系はやたら硬い皮で身が覆われていますので、そこだけね、気をつけて、あとは骨の位置を探しながら、おろしていくと。こういった形で3枚に身を下ろしましたら、あとはこのね、残ったあばら骨と腹膜をすき取って、血合い骨を抜いてと。こちらのね、余った身、骨付きの身をもしその日のうちに使わない場合なんかは、骨付きのままね、ペーパーにくるみまして、ラップでくるむかビニール袋に入れるかして、0度に近い状況で保存するというのが、いいのかなと思ったりしますね。僕の場合はこれね、ビニール袋に入れまして、なるべくね、空気を抜いて氷水につけて保存しておりますんで、よかったら参考にしてみてくださいと。あばら骨と血合い骨に関しては刺して変わったことはしないので、なるべくね、薄く薄く身を削りすぎないように包丁を切り進めてくださいと。このあばら骨、なかなか深く
食い込んでますので、一度に外そうとせず、何回かに分けてね、こんな感じで骨一本一本のね位置を探りながら骨を透き取っても良いのかなとね、指で触ると骨が残っているのが分かるかと思いますので、血合い骨を抜き取ると。これね、血合い骨を透き取りましたら半分に身を渡してもいいんですけれど、このね旗類はね血合いがほとんどないので、そんなにね血合いの味が気にならないのと、あと小豆旗自体がねものがそんなに大きいものではないので、このままね切りつけて食べても良いのかなと思いますので、今回は、ここでね真ん中で半分に身を渡さずにこのまましゃぶしゃぶにしようかと思いますと。ここからこのね旗の身を引いていくんですけれど、旗っていうのはね皮の厚い魚でして、最初にこういった形で包丁でね皮を引いてしまってもいいですし、あとはこういった形で皮目まで切り進めてから、こういった具合にね包丁をスライドさせて身を引いてもいいですしと。この辺は、作業もしやすいようにそれぞれ皆さん進めてくださいと。最初に皮を外さずに、こういった形でね切り進める際の、メリットとしましては、皮が残った状態でこちらの使わなかった身を保存することができますので、一度にね使わずにこの身を次の日も使うなんて場合はこういった形で切り進めると身の持ちが良いのかなと。これね、旗の身はそのまま食べても美味しいんですけれど、今回はしゃぶしゃぶということで、これね昆布だしといえば昆布だしなんですけれど、この昆布は一度ねだしを取った後のだし柄の昆布で、これでもね十分昆布の風味がつきますので、ほんと薄めの昆布だしっていう感じなんですよね。この薄めの昆布だしで、さっとね火を入れて、この火を入れた旗の身をポン酢で食べるというのが、美味しいんじゃないかなと思いますので、今回はねこういった形で、小豆旗のしゃぶしゃぶを、作ってみましたと。ではこれね、人によっては湯に落とした後に氷に落とす方もいると思うんですけれど、僕はねこれね水に落とすとどうしても味が抜けてしまう気がするので、あとねせっかく昆布の風味がついたものが風味も落ちてしまうので、お湯にさっと通しまして、そのままペーパーに取りまして、こちらをポン酢で食べると、こういった食べ方をしておりますかね。ポン酢は別皿で用意してもいいかとは思うんですが、パパッと食べる時なんかはねもうこういった感じで直接ポン酢をかけてしまって、こういったね柚子の皮などを全体に振って食べると好みでいろいろ添えてみてください。はい、ということで本日は小豆旗ね使って、しゃぶしゃぶを作ってみました。これね見かける機会は少ないですけれども美味しいお魚ですんで、よかったら、買ってみてくださいませ。以上です。